はあ？なんだよそれ、ダサすぎ、ありえないって。まったく、これだから素人は私のパーフェクトな感性が理解できないなんて。出た出た、もみじ様の謎マウント。そんなんだから友達できないんだっての。はあ？何よそれ、関係ないでしょ。それにあなたのネーミングセンスだって大概ですわ。ありきたりで薄っぺらで気品のかけらもない。でもあなたみたいな庶民ど素人にはお似合いですわね。こっちーん。水木、こいつ殴っていい？上等ですわ。あなたみたいなちびすけに負ける私ではありませんわよ。私はあなたと違って、2人とも落ち着いてね。喧嘩は良くないよ。水木もそう思うでしょ。めちゃくちゃビッグになるという夢や思いが込められてるんだよ。できた。だけで弾くのは最低だろ。じゃじゃーん、見て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 。今日から私たちはその時の私たちはバンドをやるってことがこんなにも大変だなんて考えてもいなかった。これから起こるのは私たちがバンドを結成するまでの大冒険。灰色の日常が輝き出したあの日から止まることのないワクワクな日々のお話。今日から私、高校生だ。ちょっと水木、声大きいよ。嬉しくてつい。まったくもう、高校生になったんだから少しは落ち着かなきゃダメだよ。だってのぞみ、私たち高校生になったんだよ。そうだけど、それってそんなに喜ぶこと？だってここから始まるんだよ、私たちのキラキラのライブステージが。どこに行ってたの？放課後になった途端、すごい勢いで飛び出してったけど。のぞみー。あっちゃー、軽音部なかったんだ。まさか軽音部がないなんて全然考えてなかったよ。他の部活探してみたら？やだやだ、バンドやりたいやりたいやりたい。またそんなわがまま言って。ないものはないんだからさ、諦め。そうだ、ないなら作っちゃえばいいじゃん。だよね、のぞみ。作るって言っても水木一人じゃどうにもならないよ。部の設立には最低4人は必要なんだから。なんとかなるよ。せっかくやりたいこと見つけたんだもん。私諦めたくない。私が見つけたキラキラのワクワク、それは2ヶ月前の2月のこと。私は音楽好きののぞみに誘われて学生バンドの大会予選を見に生まれて初めてライブハウスにやってきた。始まっちゃってる。水木、急いで。待ってよ。その時はいつもおとなしいのぞみが珍しくはしゃいでいて、のぞみがそこまで楽しみにしているものってどんなのだろうって単純に興味があった。
水木、こっちこっち。のぞみに手を引かれて空いているスペースになんとか収まる。そして私はステージを見上げた。その瞬間、私の心はまさに奪われた。暑くて狭いライブハウスの中にぎゅうぎゅうに詰め込まれた知らない人たち。きっと生まれも育ちも違うはずなのに、みんなステージの方を向いて同じようにはしゃいでる。キラキラ眩しいステージの上では、私と同じくらいの年の子がお祭りみたいに跳ね回り、暴れるように楽器を弾いて噛みつくように歌ってて、その姿はなんだかとっても特別で、かっこよくて大人っぽくてキラキラしてて、知らないみんなを魅了する音楽は魔法みたいに私を変えてしまった。ね、来てよかったでしょ。のぞみ、私バンドやりたい。あの時思ったんだ。私もキラキラのステージに立ってみんなを夢中にさせるようなライブをやってみたいって。というわけだから、のぞみ、ちょっと行ってくるね。行くってどこに？って言っちゃった。なんだかすごーく悪い予感がするんだけど。音楽室借りちゃいました。借りちゃいましたってどうやって？職員室に行って手当たり次第にいろんな先生にお願いしまくったんだ。そしたら音楽の先生が第3音楽室だったら空いてるから使っていいよって。そんなに簡単に許可って出るものなの？うん、最初は渋々だったんだけど、のぞみも一緒だって言ったら特別に OK してくれたんだ。なんでそこで私の名前が出てくるの？私をライブハウスに誘うくらいだから、のぞみもバンドやりたいんだと思ってたんだけど。私は一緒にライブに行ってくれる友達が欲しかっただけ。バンドなんてそんな大それたこと考えたこともないよ。やろうよバンド、絶対楽しいってね。一生のお願い。一生のお願いって、それいつも言ってるじゃん。そうだけど今度こそ本当に本当。それもいつも言ってる。じゃあのぞみは私とバンドやりたくない？全く全然これっぽっちも興味ない？全然ないって言ったら嘘になるけど。じゃあ少しはやりたいって思ってるってことだよね。じゃあやろうよ。やるっきゃないって。私とのぞみが組んじゃったらキラキラのワクワクだよ。いいよ、付き合ってあげる。やったー、さすがのぞみ、大好きチュッチュ。もう調子いいんだから。でもちょっとだけだからね。知ってると思うけど、私バイトあるし奨学金のこともあるから勉強しなきゃだし、時間がある時だけだからね。大丈夫だよ、バビッと有名になってのぞみのこと楽させてあげるから。もうみずき、全然分かってないでしょ。でもこの学校音楽室が何個もあるなんて珍しいね。そういえば昔はこういうのに結構力入れてたって音楽の先生が言ってたかも。最近は全然みたいだけど。そうなんだ。そんなことより早速今日からバンド活動スタートだね。2人でバンドって言えるかは微妙だけどね。2人じゃバンドできないの？できなくはないけど、あんまり見ないかな。だいたいは3人から5人くらいだと思うけど。へえ、そうなんだ。よく見るのだとボーカルとギターとベースとドラムとか、
その辺がメジャーだけど、ジャンルによって変わるから、そうじゃなきゃダメってことはないかな。何？急にニヤニヤして。やっぱりのぞみは頼りになるなって。さすが私の幼馴染だよ。おだてたって何にも出ないんだからね。照れてる。かわいいんだ。もうからかわないでよ。それはそうと、水木はどのパートやるつもりなの？パート？ソプラノとかアルトみたいな？じゃなくて、どの楽器を使うかってこと。ああ、全然考えてなかった。まあそんなことだろうとは思ってたけど、楽器については説明するより見た方が早いから、私のバイト先に行こっか。あれ、のぞみのバイト先ってカフェって言ってなかったっけ？そうだけど、ちょっと変わったところなんだ。ミュージックカフェって言って、楽器とかも売ってるの。へえ、楽しみ。悪いな。水木、大丈夫？大丈夫？なんか怖そうな子だったね。そう？全然気づかなかったよ。わー、すごい！本当にカフェに楽器が置いてある。マスターが好きに見ていいって。一応営業中だからあまり騒いじゃダメだよ。やったー！マスターありがとう。だから騒いじゃダメだってば。いろいろあるんだね。お、これのぞみが持ってるのと同じやつ？残念でした。これはギター。私が持ってるのはベースだよ。名前は知ってるけど、あれって何か違うの？全然違うよ。ほら見て、ベースはギターより弦が少ないし、ネックも太いでしょ。そう？同じに見えるけど。違うの。それにギターはピックで弾くことが多いけど、ベースは指で弾くのが主流だし、だからほら、私も弾きやすいように爪を短く切ってるんだよ。へえ、ただの深爪じゃないんだ。なわけないでしょ。じゃあ他にも気になる楽器があったら聞いてね。オッケー。そういえば水木ってピアノ習ってなかったっけ？小学生の頃だけどね。キーボード気になる？気になるけど、バンドでキーボードってありかな？全然ありだよ。こういう置いてる形のもあるけど、こっちのショルダー型の方が水木っぽいかも。ちょっと弾いてみる？あ、弾く。重いね。よっ、慣れたら動けるようになるかな。大丈夫だと思うけど、水木は結構派手なパフォーマンスしたい感じ？したい感じ。あの時のバンドみたいにうおーって感じに。正直ショルダータイプは難易度高めだから、激しく動きたいならかなり練習しなきゃだよ。じゃあ次は音出してみよっか。決めた！私これにする！よし、準備オッケー。のぞみ、そっちはどう？準備できてるよ。いつでも大丈夫。じゃあ行くよ。レッツミュージック！ひどい音。こうして
私たちはキラキラの夢に向かって走り出した。辛いこと、大変なこと、思い通りにいかないこともあると思うけど、のぞみとならきっと大丈夫。たった2人の小さなバンドがこれからどうなるか、ワクワクのドキドキで私は今夜眠れそうにありません。とりあえず楽器は買ったけど、これからどうしよっか。やっぱり部員集めじゃない？ベースとキーボードだけじゃさすがにちょっと厳しいよ。なるほど。じゃあ声かけしないとだね。私たちと一緒にプロを目指しましょうとか。いきなりそれはハードル高いって。せいぜいイフ優勝を目指しましょうとかじゃない？イフ？何それ？そこからの説明になるか。これから頑張ろうと思った矢先、突然物質が使用停止になっていた。わお、なんてこったい。落ち込む水木のもとに現れたのは、なんと巷で噂の問題児。いい君ね。私たちは何が何だかわからない。すごいね、のぞみ。おおっていう人本当にいるんだ。次回対バン第2話、巷で噂の問題児。